こんにちは、しずくと申します。ここ最近お天気が悪かったので、久しぶりに塗り絵をしました。今回はディズニーアニメ不思議の国のアリスから、ウサギを追いかけて草むらに迷い込んだアリスがおしゃべりな花たちと出会い、みんなで歌うシーンを描きました。この直後、アリスが花ではないとわかると場面は急転直下。せっかく仲良くなれそうだったのに、急に雑草扱いされて、種をまかないでよねと花園を追い出されてしまいます。居心地が悪いアリスの悪夢の一コマを表現しようと大真面目に取り組むうちに、無意識に配色が抹茶と小豆のような和風テイストになっていることに気づくと同時に、花たちに負けないようにと派手に舞台化粧させたアリスも相まって、歌舞伎のようにかぶいてしまったと自分で思う作品です。拙い塗り絵ですが、今回も楽しく塗れました。もしご興味がありましたら、試行錯誤した制作過程を一緒に楽しんでくださいますと幸いです。それではどうぞ。これは不思議の国のアリスで、アリスがウサギを追っかけているうちに花たちのところに紛れ込んでいってしまって、で花たちから雑草扱いされちゃうっていうかわいそうな居場所のないシーンなんですけれども、花たちに負けず劣らず、花たちよりも誰よりも可愛くなるように塗れたらいいなと思います。まずはお花の影から塗っていこうと思うんですが、光の方向としては前方の上の方からアリスを中心に光が当たっているイメージで塗っていこうと思います。はい、お花たち一番濃くなりそうな影のところを塗ってみました。この一番濃くなりそうなところの影に使用した色鉛筆はこのような感じになってます。字幕表示をしていただくと文字でも確認できると思います。お花たちの影をさらに追加しました。追加したお花の影の色ですが、こちらを使ってます。次はアリスを塗っていこうと思うんですが、今のところディズニーのアニメを参考に塗っているんですが、アリスもベーシックにディズニーのアニメのような色を基本的に使ってみようと思います。アリスとアリスの衣装にざっくりと影をつけました。アリスの影に使用している色はこちらです。それからブラックで地面の方、影が落ちる部分黒く塗ってみました。このシーンは深い森の中の花園っていう感じだと思うので、木漏れ日と影が落ちる部分の明暗がポイントになってくるかなと思うので、あらかじめ黒を使用してみました。アニメを参考に植物を一つ描き足しました。で、色はこの森の木漏れ日の基本色になりそうなジャスパーグリーンを使って描きました。背景の森の木漏れ日にジャスパーグリーンを軽く塗っておきました。で、この植物の方は
黒をさらに少し強めに塗ったんですけれども、葉っぱがちょっと分かりにくかったので、葉っぱのところは消しゴムを軽くかけました。ファーグリーンを使って木漏れ日の森の影を塗り込みました。それからファーグリーンで木漏れ日が当たっているところの植物の影みたいなものとか、玉ぼけを描いていくための丸を適当に描いておきました。森の木漏れ日の影にインディゴを塗り重ねました。それからいろんなグリーンを使って木漏れ日の玉ぼけにしたいところたくさん丸を書き込みました。使ったグリーンの色番号なんですけれども、こちらになります。で、地面に近い方、暗くなるところはグレープも使いました。それから暗くなりそうなところ、インディゴも使ってます。背景の森の木漏れ日になる部分と影になる部分塗り込みました。使った色鉛筆はこんな感じです。赤いバラを塗りました。アニメだとオレンジがかった赤いバラなんですが、我が家にあるバラだったらドットボルケとか私の中でイメージして塗りました。すごく香り立つバラです。で、使用した色鉛筆はこんな感じです。バラの花びらのキメが粗いように感じますので、質感がもっと滑らかにきめ細かくなるように、黄色とかオレンジとか明度の高い色を使って上から塗り重ねて表面が滑らかになるようにしていきたいと思います。バラの花びらを滑らかにしようとカナリーイエローを塗り込んだところ、あまり抑揚がないベタっとしたオレンジになってしまったので、先ほどカナリーイエローを塗り込んだ花びらの箇所、消しゴムをかけてみました。もう一度やり直してみたいと思います。バラの一番上の花びらをやり直してみました。あんまり綺麗にできてるとは言い難いかもしれないんですけれども、先ほどのベタっとしたオレンジ、ただのオレンジというよりはちょっと滲んだようなバラの味は出てきたかなという気はします。で、後でまた調整するとして、とりあえずこんな感じでやり直していってみたいと思います。字幕表示していただくと色番号なども文字で確認できると思います。バラを塗り込みました。あとまた全体を塗って細かく調整とかは後でしようと思ってます。バラの内側の花びらの明るい部分にはカーネーションも使用しました。アイリスも塗り込みました。画面がだいぶ華やかになってきましたね。で、使用している色鉛筆はこのような感じになってます。オレンジ色のパンジーを塗り込みました。で、使用している色鉛筆はこのような形です。
ピコティの黒っぽいパンジーを塗り込みました。で、使用している色鉛筆はこのような形になっています。ピンクのパンジーを塗り込みました。使用している色鉛筆はこんな感じです。こちらのブルーのパンジーも塗り込みました。色鉛筆はこのような色を使用しています。こちらの白のデイジーを塗り始めたのですが、デイジーほとんど体のグリーンの色になると思うので、グリーンが大半を占める画面構成になると思うので、結構ポイントになるかなと思って、細かいところまで塗り進めるのは後でバランスを見てから全体のバランスを考えてにしようと思います。白いデイジーに使用している色鉛筆は今のところこんな感じです。アリスの塗り込みも始めました。ドレスに使用している色鉛筆はこんな感じです。アリスの髪と肌に使用している色鉛筆は今のところこんな感じです。地面など背景を塗り重ねました。背景に使っている色鉛筆は今のところこんな感じです。バラの枝葉を塗り込み始めました。使用している色鉛筆はこんな感じです。パンジーの葉っぱの塗り込みを始めました。使用している色鉛筆はこんな感じです。こちらのデイジーも続きを塗り進め始めました。今のところ使用している色鉛筆はこんな感じです。パンの蝶々を塗り込みました。使用した色鉛筆は今のところこんな感じです。こちらの木馬の木馬映えを塗りました。使用した色鉛筆は今のところこんな感じです。次に地面をチェス盤のようにしてみました。このシーンはアリスがあなたお花じゃないなら雑草なんじゃないのって種をまかないでよねみたいなことをお花たちに責められて、この場を追い出されるシーンに移っていく居場所がないような感じの場面なので、私が悪夢を見るときにたまにこういったチェス盤みたいな地面の場面が夢で出てくることがあるので、その気持ち悪さが出せたらいいなと思ってチェス盤のような地面にしてみました。で、こちらの地面には今のところこのような色鉛筆、色を使っています。アリスにかなり派手な舞台化粧をさせました。それから割と周りも重めな
雰囲気に出来上がってきたと思うので、アリスのドレスも紺色に近いようなネイビー系のドレスにしてみました。アリスの髪の毛やドレスはこれまで使ってきた色を使用しています。で、アリスのこのお化粧なんですけれども、マービーのドローイングペン 0.1 ミリで眉毛やまつげを描き足したり、それからこのあたりは目とか眉毛とかに使用しているお色で、この辺は肌の血色とか付け加えたり、消えそうなものを描き足したり、あとチェリーブロッサムでお肌を滑らかにするように最後全体を入れた色を伸ばすような形で使用しています。はい、全体的に細かい部分まで塗り進めてみました。あとは仕上げに背景の光が当たっている部分の玉ぼけを調整していきたいと思います。背景の玉ぼけを調整しました。ペン型の消しゴムとか、あと白い色鉛筆とか、それからこれまで使ってきた背景に使っていた色を使って玉ぼけを作りました。で、今回はここで完成にしたいと思います。お花たちからアリスが雑草扱いされる前に、みんなで楽しく歌を歌っているシーンみたいな感じにできたかなと思います。で、今回は作業しながら無意識なんですけれども、配色が抹茶系と小豆系のような感じになってきて、で、途中から最初はチェス盤のイメージで床を作っていたのですが、市松模様にも見えてきて、で、アリスも舞台化粧させてしまったこともあって、お花たちに負けないようにと思って舞台化粧になってきたんですけれども、なんかかぶいてるなって、歌舞伎の歌舞伎なんですけどかぶいてる舞台のような怖い系のイメージで塗り始めた塗り絵だったんですが、途中で自分で面白くなってきてしまいました。とても楽しく塗れてよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。ちなみにこちらがビフォーアフターです。左が原画というか線画で、右側が塗り上げたものです。